これ君に返しとくよ。え、急にどうしたの？やっぱりさ、やばいよ俺たち。やばいって？もしかして奥野と藤田のことまだ気にしてるの？それもあるけど、教師がと言ってもまだ卵だけど、特定の生徒と特別な関係というのは。何一人で作ったみたいなセリフ言ってんの？あの人たちはあの人たちだし、私らは私らでしょ。心配しなくたって大丈夫だよ。君は気楽でいいよ。けどな、俺は。どうして？なんか最近和也変だよ。私のこと避けてない？ねえ、どうして？ださ、私のこと嫌になったんなら素直にそう言ってよ。綺麗に別れてあげるからさ。それどういう意味だよ。そのまま。あんまり調子に乗んないでよね。君にとって俺は綺麗に別れられる程度の人間でしかないわけか。重いな。今時の恋愛なんてそんなもんでしょ。和也だって分かってて。バカにするなよ。俺はお前と付き合うのに随分悩んだんだぜ。そんな何も考えないで女と付き合うような男だと思ってたのか。お前の前では気遣ってたけどな。お前と会ってからこっちはずっと無理のしっぱなしだよ。それでも少なくとも俺はお前のことを大事に思ってた。思ってた。しばらく会うのはよそう。もっと普通に、もっと気を使わないで会えるようになるまで。それっていつ？余裕ができたら。しばらく考えたいんだ。ねえ、これで終わりじゃないよね。じゃあな。
ゆかり、ゆかり、いるのか？いるよ。あのな、父さん、久しぶりに休みなんだ。天気もいいし、少し散歩でもしないか。ちょっと話したいことがあるんだ。何？いや、ちょっとな。ちょっと待ってて。夕焼け、綺麗だな。お前が小さい時は3人でよく散歩したんだ。覚えてるか？あんまり。そうか。話って何？ゆかり、父さんたちが今まで随分話し合ったじゃん。お前のためにいい加減な結果は出したかもしれないし、父さんお母さんはお前のことを本当に大事に思ってるから、なんとか一緒にやってみようとずっと思ってきたんだ。離婚決めたんだ。気づいてたのか。こんな結果にはしたくないんだ。人と人が一緒に暮らすっていうのはやっぱりいろいろあるんだ。父さんたちお互いに歩み寄ろうとこれまで散々やってきた。だけどどうしてもうまくいかないことってあるんだ。いいよ。ずっと見てたんだ。こうなることくらい前から分かってたよ。知ってて黙って抱え込んでるのか？そんなの慣れちゃったじゃん。だから私の心配してないと。父さんたちのことは父さんたちの都合で決めて。お前は強い子だな。お前がそんなに物分かりになるとは。私はどっちにつくの？母さんと言ってやってくれないか？父さんは男だし一人でも大丈夫だよ。母さんよろしく頼む。分かった。ごめんな、ゆかり。本当にどう言っていいのか。いいって。私は大丈夫だよ。ごめんごめん。
大丈夫？チェーンかい？大変だね。見ようか。いい。もうダメみたい。自転車は得意なんだ。見せてみな。ああ、ギアが曲がってる。本当にダメだな、こんな。ごめん。いいよ。古いし。でも一生懸命直してたじゃない。愛着があった。父さんが買ってくれたから。君、木梨高校の生徒だろ。なんか見覚えがあるような気がしてたんだ。俺、強制の。知ってる。なんて？西長谷川ゆかり。ああ、嘘か。どこか行くところだったの？知り合いのとこ。約束があったから。行けなくなっちゃったね。びしょ濡れだよ。いいよ。別に大して行きたかったわけじゃないし。そう。ごめんね。濡れちゃったね。これ使って。ありがとう。洗って返す。こんにちは。この近くの子？今度引っ越してきたの長谷川です。この子はゆかり、長谷川ゆかり。仲良くしてあげてね。こんにちは。こんにちは。何年生？ 1年生。ひなしろ小学校の？じゃあゆかりと同じね。お友達になれるかな。お名前は何て言うの？満島千里。ゆかりちゃん、お家帰んないの？暗くなっちゃうよ。お母さん、お父さんのこと嫌いなんだって。お父さんもお母さんのこと怒るの。ゆかりちゃん、うち帰りたくない。あたしお父さんもお母さんも嫌い。よーし、取れた。じゃあもう一枚いくぞ。ほらゆかりちゃん、襟が曲がってる。いいよ。大丈夫だって。でもせっかく
くの記念写真なの。いいってば。いいからゆかり、母さんの言うことを聞いてやんなさい。王さん、今日はどうしてそんなに母さんの肩持つの？いつも喧嘩ばっかしてる。ゆかり、せっかくのあなたの入学式じゃない。記念に撮っておきましょうよ。変だよ。なんか不自然だよ、こんなの。ゆかり。長谷川先輩、こんにちは。誰あんた？ 1D 岸井美香です。先輩のことをずっと待ってたんですよ。何してたんですか？部活やめちゃったんでしょ？あんたに関係ないよ。冷たいなあ。そこがまたいいんだけど。なんかよ。帰りたいんだけど。そう言わずにね、ちょっと付き合ってくださいよ。先輩、1年女子の間で結構噂になってるんですけど、知ってました？どうせ悪い噂でしょ。そうじゃなくて、こうモテモテって感じ。先輩、この間生活指導のうちに呼び出されてたでしょ。あん時の話とか回ってて超かっこいいよねって。あんたらには人事だからね。おかげでうちに連絡行ったよ、私は。さすがオッチ、やり方がすごいな。ねえ先輩、明日の午後暇？何？超入手困難チケット入手。このバンドすっごいの。ライブ中に呼んじゃうんだって。何を？嫌だね、この人は。消化ビザなんですよ。決まってるじゃないですか、そんなの。鶏閉めるって話もあって、それで憑依された子が倒れちゃって救急車が来る騒ぎになるから会場毎回変わっちゃうの。またその手の話？もちろん生島先輩の分もありますよ。付き合ってくれますよね？私も行くの？当然。だって私たちはお友達でしょ。言ってろ。そんな、もう冷たいな。でもそんなこと本当にあるのかな？それは絶対。これは DJ やってる友達がライブ行って本当に見たって言ってるんだから間違いないって。騙されてんじゃない？そんなことない。
になっちゃってね。辞書濡れだよ。いいよ、別に大して行きたかったわけじゃないし。そう。ごめんね、濡れちゃったね。お前のためにいい加減な結果は出したかし父さんも母さんも何を？嫌だねこの人は。消化ビザなんですよ。決まってるじゃないですかそんなのは。ゆかりちゃん先輩。千里、ミカ。お姉ちゃん。お姉ちゃん、どうしてこんなところにいるの？ダメだよ、こんなとこまで入ってきちゃ。ここはね、終わらない夕焼けの街。たくさんの思い出を持って人が最後に訪れるところ。嬉しかったことも悲しかったことも、あの夕日がみんなバターみたいに溶かしていくの。でもお姉ちゃんはお姉ちゃんまだ違うよ。お姉ちゃんの街ここじゃない。迷子になっちゃったの？帰りたい？お姉ちゃんの街すぐそこだよ。お姉ちゃんが手を伸ばせば呼んでる人たくさんいるね。みんなお姉ちゃんのこと待ってる。そうお姉ちゃんを。ほら聞こえない？
ふふ。